皆さんこんにちは。さて、先日ヤリスクロスのハイブリッド車のこれレンタカーのモデルですね。こちらの方に乗る機会がありました。このヤリスクロスっていう車はベゼルとですね、やはりコンパクト SUV というところで検討対象、競合する相手という形になることが多い車かと思います。で、私ですね、もうベゼルのオーナーの立場でヤリスクロスってどうなのかなっていうのはすごく気になっていて、今回乗ったんですけれども、この乗ってみてベゼルと比較してどのように感じたのか、この点についてお話の方をしたいと思います。最初に結論を言わせてもらいますけれども、正直ベゼルの方が様々な点でヤリスクロスの上を行っているなというところを感じました。で、これはヤリスクロスがレンタカーだから低いグレードだからそう感じたんじゃないのっていう風なコメントも出てくるかなと思うんですが、ベゼルに関してもハイブリッドの一番下のグレードもですね乗ったことがあるんですけれども、その乗った時の記憶と比較してもベゼルの方がレベルは上だなというふうに率直に感じたところであります。何が違いがあったのか、この点に関してお話の方をしていきたいと思います。今回のヤリスクロスは3時間ぐらいですね乗りました。高速道路は乗っていませんので、一般道を乗ったというところで比較をしていきたいなというふうに思います。で、まず一番差があったのは何かなというふうに思うと、車の動的の質感、走りのところだったかなと思っています。アクセルを踏んでから車が走り出す時の緻密な加速の仕方、そして走っていきながら伸びやかに伸びていく加速をする感覚もベゼルがすごいなというふうに思いました。気になったところとして、ヤリスクロス、アクセル踏んでいった時にもう10キロ、15キロ、20キロぐらいになってくるともうエンジンがビャーンとかかっていくんですよね。で、エンジン音もノイジーに音がバーッと入ってきて、加速が伸びていくかというとそういう形じゃなくて走っていく。ベゼルはもう踏んでいって40キロ、50キロぐらいまではもうEV でシャーッと綺麗に走っていって、エンジンがシャーッとなったとしてもその音もね、ホンダさんらしく入ってくる。ブレーキを踏むとこもそうなんですよね。トヨタ車全般との比較にもなっちゃうんですけれども、ブレーキを踏んでいって、ヤリスクロスの方は最後5キロぐらい低速になった瞬間にブレーキを抜けるんですよ。なのでブレーキを踏み出す。そので場面が結構あったんですね。で、ベゼルはそういうことは全くなくて、均一にぐーっとブレーキが効いてくる。このブレーキの扱いやすさ、低速域での車のこのブレーキングもベゼルの方がいいなと。走る止まるっていうこの質感はやはりベゼルの方が上だなというところをいの一番に走っていて感じました。ヤリスクロスに関して言うと、やはり視覚が結構あるなというところ、特に A ピラーの付け根のところとかサイドミラーのところとかも含めて、ちょっとやはり視覚多いなっていうふうに思いながら乗っていました。一方でベゼルはやはりノイズレスっていうところを標榜している、そういったデザインをしているので、運転している時に運転視界にかかるノイジーなものなのでないように作っているんですよ。で、そしてAPR のところもサイドミラーの間もちゃんと抜けていてクリアリングがしやすい。そして後ろのリアガラスに関して言ってもクーペスタイルなんでベゼルの方が後ろのリアガラス狭そうに見えるんですけど、もうちゃんとピチッと見えてると。リアの座席のヘッドレストもベゼルの方が小さくしてくれてるんですよね。そういうところでやっぱりすごい気遣いがベゼルされていて、運転視界の確保っていうところの取りやすさっていうのはやはりベゼルすごいなというふうに、実際に乗って感じてしまったところです。車内の広さですね。運転席に座った時の足元の広さはもう明らかにベゼルの方が広かったです。で、後席の足元の広さもベゼルの方が圧倒的に広かったです。で、実際に乗り込みました。乗り込んだ時の上方向ですけれども、後席もね、実際にヤリスクロスと座り比べてみて思ったんですけれども、確かにヤリスクロスの方がクーペスタイルではない分、上方向若干ゆとりはあるんですけれども、そのゆとりを打ち消すような前方向とかここの後ろの狭さがあった。ベゼルと比較した時の狭さというのは感じたので、座った時に余裕感があるのはやっぱりベゼルだなというふうに感じました。この点もやっぱりよくうまく作ってるなと
いうところ、これがありましたし、宝石に乗り込む時に関しても足を入れるところのスペースっていうのはやはりベゼルの方が足は滑り込ませやすかったんですよね。八重洲クロスの鉱石に乗るときに扉とかに足がぶつかっちゃったりしたんですよね。もう足をこうひねりながら入っていったんですけれど、そういうことなくベゼルはさっと乗り込めるんで、そのあたりのやっぱりね、鉱石のところの使い勝手とかもベゼルの方がいいなというふうに思います。静粛性というところで、外からの音の入り込み、外を走っている車とかバイクとかバスとか大型な車とかのエンジン音とか、この辺りの入り込み方に関してはベゼルがやっぱりしっかりと抑え込んでるなと。ベゼルの方が外からの音の入り込みは小さく抑えているなというところ、これもですね感じたところであります。じゃあ実際にベゼルとヤイスクロスを比較したときに、ヤイスクロス、ここの方がね、レベル高いのかなっていうふうに思うところとしては、まずナビゲーションシステムですね。ここに関しては、これはトヨタさんとホンダさんで使っているナビ、特にそのベゼルに関して言うと、ギャザズナビっていうナビと、あと、ホンダコネクトディスプレイにくっついてくるナビっていうのがあるんですが、このホンダコネクトディスプレイについてくるナビっていうのはくせ者で、あちらの精度が非常に悪いんですよね。たびたび自分の車の位置を見失ってしまったりとか、高速道路に乗っていても突然下道走ってるとか、あとルートを再検索した後の再検索したルート、これは走ってる時にルートを間違えちゃった時とかに再検索する時の再検索のスピードが遅かったりいろいろあるんですよね。そういった使い勝手の悪いところがあるんですが、トヨタさんのナビはそういうのがないというところで、この辺りのナビの精度は会社としての違いとして出てくるもの。で、同じレベルとしては、先進機能の高速道路とかで使う全車を追従するとかレーンキープする機能。ここの中のレーンキープはね、大差はないんですよ。両方ともレベル高いんですけど、この全車追従するところに関しては、ベゼルに関してはちょっと渋滞の時のピーキーな動きが全車追従するところがあるので、この点に関してはおそらくヤイスクロスの方が滑らかにおそらく動くんじゃないかなと思います。この辺りはぜひね、本田さんに頑張って改善してもらえるといいのかなっていうふうに感じたところです。このように考えてみると、そのベゼルという車とヤイスクロスという車があって、ベゼルの一番下のグレードの車とヤイスクロスの一番下の車というところで仮に比較したとしても、ベゼルの方が高い位置にいるかなと。その意味では車格がベゼルの方が上なのかなって思うような質感っていうのがベゼルがあるなというところは思いました。今回はベゼルオーナーだからということでベゼルの型を持ったというわけでは全くなくって、実はこの動画を撮る前に今回どういう動画を撮ろうかっていうのを考えるときに、ヤリスクロスこの点すごいな、ベゼルと比較してヤリスクロスのすごい点は何かっていうのを動画として出そうと思って載ったんですが、結果としてなかなかその部分を感じられなかったので、こういう動画になったと。ですので、最初からこういう形になるつもりはなく、実際に乗ってみて率直に感じたというところでお話ししたというところであります。ということで、今回はヤイスクロスのハイブリッド車に乗ってみて感じたことをお話しいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。集中 TV では今後もベゼルに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。